放射性同位元素施設の中西と申します。最初から行かせていただきます。で私たち、事故以来、3年前の事故以来、何か農学部でいろいろ、貢献できないかということをしてまいりましたので、その最初のいきさつをですね、少しだけご説明したいと思います。で、ここに映っておりますものは、すべて農学部の付属施設でございます。先ほどの丹下先生が関わっておられる、森林の方、演習林、それからですね、牧場もございますし、水産実験場、それから補助がたくさんあります。田無の研究、自然を、補助を使いました研究のできるところ、あと放射性同位元素施設、いろいろなところがございまして、そこの教員が、すべて束となって、研究をしております。で、これはですね、最初、だいぶ前に一度だけお話ししましたけれども、なぜ私たちがこれだけ3年間ですね、以上にわたってずっと研究が続けられてきているかということでございますが、事故の直後にですね、前の学部長、長澤先生がですね、私たちは何かその事故に対して貢献しなくちゃということで、研究のその提案をしてみなさいということを教員に言いました。で、非常にたくさんの何十という、こういうことだったら研究ができて、調査研究ができて、その現地の人に役立つということをですね、何十もそのプロポーザルが出てまいりまして、で私はたまたままとめ役といいますか、どういう項目になるかっていうのをまとめさせていただいたんですけども、何も研究費ということは念頭になくですね、もう何かボランティアベースでできるかっていうのでたくさん出てきたわけでございます。で、実に4、50人の教員がですね、私たちはこういうことならできると。で、何も本当に研究費の裏付けもないんですが、でも学部長の計らいで、その年、その次の年とですね、旅費だけは出してあげようと。で、あと、測ったりですね、手間はもう自分たちでやれということで、4、50人の教員が今でもですね、ほとんどがボランタリーベースで、現地に行ってずっと、調査研究を続けております。で、農学部はご存知のように、どういう組織で、研究といいますか、調査をしているかと言いますと、この青で囲ったのが農学部でございます。で、先ほど申し上げました、どういう研究ができるかということで、いくつかのグループに分けることができます。一つは放射能で汚染された地域、それから放射能ではなくて、それも含むところもございますが、物理的にダメになったところとか、こういうところをなんとかですね、私たち、どうなってるか、それからどうすれば、将来に向かって、その農水産業が、また復活できるかってことを念頭にですね、調査研究をしようということで始めております。で、農学部は実は非常に付属施設がたくさんございます。北海道から瀬戸、それから、富士とですね、いろんなところに演習林もございますし、笠間地区、茨城県ですけども、そこに牧場もありまして、田無の生態調和機構、それから、水産実験場、いろんなところに、付属施設を持っておりますし、もちろんここの弥生地区に、随分いろいろな、研究室も持っております。で、農学部始まって以来ですが、ここの、先生方と、付属施設の先生とですね、方と一緒になって、なんとかですね、福島の震災の支援のための調査研究ができないかということで、グループを作りました。それで、実際にどういうところでしているかと言いますと、これもこの前からお見せしてますが、少し場所も増えたり、減りはしてないんですけど、増えておりますが、主なところはですね、この地図にございます通りですけども、皆様方は今、農学部、ここにおられますけども、今申し上げました生態調和機構というのは田無にありますし、私どもの付属施設が緑で書いたものですけども、秩父演習林とか富士の演習林、千葉演習林、あちこちに付属施設がございます。それから牧場もございます。からこの青い緑色のこれはですね、福島県の農業総合センターでして、ここと私どもは非常に強い絆がございまして、一緒に事故直後からいろんなものを図らせていただいたり、しております。で、この総合センターのその果樹の方はですね、別に福島市の方に果樹研究所がございまして、この方とも随分いろんな共同研究をさせていただいております。あと、伊達市では稲とか環境とか、あと、飯舘村からの要請で、
イノシとか水田除染とか、南相馬市豚が子孫はどういうふうになっていくかとかですね、あと白河市の羊とか、あとキャベツ等々、寒川村、それから鮫川村ですね、それから福島市は今申し上げました果樹のこと、それから郡山市はこのセンターがございますので、福島県のセンター、それから笠間市、ここはですね、牧場ですけども、私たちが農学部の附属施設では、一番自己地に近くですね、一番土地が汚染された場所でございました。あと、田村市って、今年の4月から避難指示解除地区になりましたが、この宮古地というところで森林のことを随分、始めております。林業をいかに再生できるかということでございます。で、あとはですね、野生動物をしている人たち、例えば鳥類の方はこの中に入っていったり、魚介類、魚を研究されている方は、この、漁業組合の方と一緒になったりして、いろんな研究調査をしてまいりました。それで、今までですね、実は8回報告しております。で、すべてですね、農学部のホームページで動画としてもご覧になれますし、資料もございます。で、ざっとどういうことをしたかということでございますが、2011年は11月に第1回。これは実は2011年の7月にですね、外国のネイチャーっていう、雑誌のニュースの部分にですね、こういう結果だっていうのは最初に出たんですが、私どもの報告会は11月です。12年は4回、13年は3回、それから今年は9回目、本日は9回目になりますが、また報告をさせていただいております。で、いろんな分野がございますので、ここに稲と書いてありますので、1回、2回にまたがって3回、4回も話があったということでございますが、ありとあらゆるサイエンスコミュニケーションからですね、魚からいろんなことを、報告してまいりました。毎回ですね、4つか5つずつテーマを選びまして、それから外部の方もお一人ずつお呼びして、お話を伺っています。で、本日とは違うんですけども、例えば、毎回、もし、ご覧になれない方でもホームページをご覧になればわかりますけど、果樹もですね、最初の時とまた、後になっていろいろ分かってきていることが異なります。で、最初のですね、数ヶ月は外側をきれいにすればよかったんですけど、だんだん中に入っていくとか、から、汚染された果樹をですね、東京に持ってきて植えたらどういうふうに中の放射性物質が動くかとかですね、から、これから後もずっと実は実験が続いておりまして、福島の汚染したですね、樹木を持ってきてですね、一部を持ってきて、つないで接ぎ木をすると、そこの中の汚染したって言いますか、放射性のセシウムがどう動くかとかですね、あと根によって、根が浅いところ、深いところを生えるいろんな果樹がございますが、それをどういうふうに放射性物質が動いていくかってことも発表していただいてきております。それからあとですね、最初の頃はですね、乳牛にですね、すぐミルクに放射性セシウムが出たけれども、普通の食事にしたらまた出なくなるとかですね、で豚子孫はどうなるかとか、それからあとわざわざですね、ヘイレージと言いまして、牛を飼育するための草をですね、干し草を放射性のものとそうでないものというのに分けたり、そこの循環農業はどういうふうにできるのか、糞尿から結構放射性物質が出ますけれども、どういうふうに処理するかとか、いろんな研究の流れがございますが、こんなことで、実にですね、ポンチガニを起こしますと、ありとあらゆる分野、農学部と言いますと自然相手と言いますか、山からですね、畑作から、それから水田から、家畜のこと、それから魚のこと、河川のこと、いろんな野鳥のこととか、いろいろな、こと、私たちの周りのものを対象にした研究が行われているわけでございます。で、本日は先ほど丹下課長、研究課長からもご紹介ございましたけれども、結構山のことについてあまり話をしてこなかったんですね。もちろんキノコについては話をしてまいりました。で、山がどういうふうに考えればいいか。で、全体のですね、この流れる水はどうかとかいう話はもちろんさせていただきましたけれども、本日は林野庁からですね、一人お招きしまして、これからどういうふうに山をですね、再生できるのかということも含めまして、普段あまり聞けないと思うんですね。それから、あと、
山の樹木について、果樹ではなくて樹木についてずっと測ってこられた先生のお話とか、土壌の話、それから、あと大豆の話、それから稲ですね。稲も、いろんな側面がございますが、本日はいろんな品種でもって、どんなふうにセシウムの吸収が違うかとか、そういう話もございます。で、この5つのことにつきまして、本日はお話をいただけることになっております。で、私はあまり長く話してはいけないんですが、今までのどういうことが分かったかってまとめを2つだけ申し上げますと、これはですね、土を、事件直後持ってきまして、で、数十グラム持ってきて、数センチのところにこう平たく板の上に伸ばしまして、でそこからどういう放射線が出ているかっていうのを写し取ることができるプレートがあるんですね。そこで、黒いところほど放射能が強いわけですけども、そんな像を撮ってみて、一様でなくてポツポツとですね、ミクロでもマクロでも、ホットスポットっていうのはあるわけでございますが、深さごとに測ってみますと、本日お話しされる塩澤先生が捉えたんですけど、なかなか表面にあって下に行かないとかですね、作物もですね、事件直後から2ヶ月後に取ってきた葉っぱとかですね、これ麦ですけども、今日司会されてます田野井先生が測られたんですけども、事件当時に広がっていた葉っぱは汚染されてるんですけど、あとはほとんど汚染されてないとか、樹木もですね、ちょっと見づらいかと思いますが、この事件後生育した緑色っぽい枝のところはですね、あまり放射能がないとか、つまりどういうことかって言いますと、スポット上で表面について時間とともにほとんど動かないんですね。ですから私たちは今までその重金属汚染で痛々病とかいろんなことを経験してまいりましたけれども、放射能については動かない。私たちは何か汚染されたものが広がってきてですね、私たち知らないうちに食べてしまって、それで何か病気になるんじゃないかって言うんですけども、もちろんたくさんの量が降ってきました。ですけども、時間とともにそこで動かないわけですから、例えばひっくり返すとか、いろんな方法も考えられるわけでございます。そこがちょっと今までの汚染とは違うところかなと思ってます。鳥はこれも今までお話ししましたけど、羽も随分汚れてましたが、次の年は鳥の羽は、ウグイスの羽はきれいになってます。で、魚も筋肉にあるとか、動物はミルクにすぐ出てくるけれども、普通の食事にしたら、母乳って言いますか、乳牛ですね。ミルクの中のセシウムが減ってきたとか、こういうこともいろいろですね、調べていきますと、代謝をしますので、生き物はですね、ですから、本当の半減期はセシウム137は30年なんですけども、生物学的半減期といいまして、私たちがもし間違って食べてしまっても、どれくらいで体外に出るかっていうことは、だいたい100日以内、数十日で半分になると言われてますが、代謝があるなということがわかります。で、今までの動画でも見れますし、これは私がたまたま代表して書かせていただいただけで、皆さん方のですね、今までの結果を全部まとめたものです。まだここから後もずっとございますが、NHK ブックスからですね、900いくらでプラス税ですから 8% になったので、実は、ちょっと前まで900いくらだったんですけど、1000円をちょっと超えました。1000円ぐらいの本ですので、200ページの薄い本ですが、読んでいただければ、結果をずっと書いてあります。ですから読んでいただいた方に判断していただくように、結果中心でこれをどう考えるかとかいうことは一切書いてないんですね。だいぶ編集長からいろいろ書けとは言われたんですが、もう結果を知っていただくのが一番だと思うんですね。私たちはその場所が何マイクロシーベルトかとか、物が食べようとするのが何マイクロシーベルトかっていうデータはあるんですけど、何ベクレルか。失礼しました。っていうデータはあるんですけど、そこに物を植えたらどうかとかですね、そこの土の表面にとどまっているそのセシウムはどういう動きをするかとか、塩澤先生が後で話されると思いますが、現場の人がですね、感じるようなデータって結構少ないような気がします。で、私たちは今までのことをもとにですね、実は昨年度から教育プログラムも始めました。で、私たちは単に調査研究をして報告するだけでなくて、やっぱり風評被害ってこともありますが、若い人たちになんとかですね、この福島の現状を知ってもらって、今までの放射線とは何かっていうことももちろん大切ですけど、あってほしくないんですけど、もしですね、
もう一回似たようなことがあっても、どういうふうに迅速に行動を取ればいいかってことも知っていただくことも一つの目的でございますが、講義と後をですね、実習を入れて、昨年今年と専門課程の学生を中心に教育をしておりますし、から今年からはですね、1、2年生、若い人、教養課程のこれに加えてですね、教育プログラムもしております。で、なんとかそういうことが分かった人が大人のかなりのパーセントを占めてほしいと思います。それで、私どもはこれからも、継続的に調査研究と教育を続けていこうと思っておりますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。どうも。